りつつダンスもやって、なんか両方楽しいなっていう時期があって、ちょうど自分のオリジナル曲が欲しいなって思ってた時にその DTM の授業があって、あ、なんかこれでやれそうな気がするなと思って、ピアノだけの音じゃなくてストリングスも入れられたり、シンセサイザー、ベースも入れてギターも入ってって、そういうのもすごく素敵だったんだけど、こうね、リズムが打ち込めてでトラックができるっていうのが私の中ですごく魅力的に感じました。基本的に音を選ぶ時とかっていうのは本当にいいなって思った。その音でなんとなくやってるって感じですね。本当にフィーリングというか。最初から曲のイメージ、歌詞だったり、こういうイメージにしたいっていうものがあって、それに寄せて音を選ぶこともあれば、その逆にこの音面白いなから始まって音を組み立てていく中で、じゃあこういう歌詞の世界だなとか、両方のなんかアプローチがあったりしますね。私が始めたのがその高校3年生の、音楽の授業だったっていうことで、その時点で結構本当に間口が広がっていて、私は本当になんか内蔵のシンセでパソコンだけでも音が完結しちゃったりとか、デフォルトでその打ち込みができるソフトが入っていたりして、こうどんどん入り口が広がっているっていうのは感じていて。アップルパイに関して言うと、なんかリズムから始まっていて、なんかイケイケのこの感じいいなって。でなんかもうスクールな感じ。わかんないけど、なんかそんなイメージで始まって、アップルパイにアイスが乗っかっているみたいなイメージの、それをね男女に例えてみたいな曲を書きたいなと思ったんだけど、この賑やかな感じでラブラブな曲っていうのはちょっと暑苦しいなと思って、声があんまり実らないようなちょっと切ない歌詞にしてみたりして、ちょっとそこで温度調節というのをしました。ベタルを楽しむっていう、なんかちょっとコンセプトが見えた時に、音符がすごくそこまで細かくないんですよね、自分の中でですけど。元気のいい前へ前へ畳み込んでいくような感じ、そんな意識しなくても多分自然とスネアに引っ張られて、ああいうようなメロディーになりましたね。私自身が結構
小さい頃からこう思いを寄せている人に思いを言えないまま終わってしまうみたいな、そういうのが結構多くて、ある日急に友達が「私実は何々君のことが好きなんだよね」とか言われて「あ同じ」とか思いつつ「応援するよ」みたいな、なんかそういう子だったので、アップルパイっていう曲は思いを言えないままだったりとかっていう、そういうもどかしさみたいな、そんな私の経験がちょっと歌に入っていたりします。思ってること、言いたいことだったりとかっていうのをそのままストレートに出しちゃうことで伝わらなかったりっていうこともあるかなと思ってて、自分なんだけど一個俯瞰で見れるような感じでこうね、ちょっとコントロールしながら出しているのかなっていう感じはします。ちょっとほろ苦いというかもどかしさ、そういうのがこう曲を聴いた後に香りとしてこうちょっと残ったらいいなっていうふうに思います。ちょっと上の年代の方がよく言ってたりするのが、本当昔なんかやるの大変だったって、パソコンがこんなでっかい時代でシンセサイザーがもうなんか何十万台で打ち込みっていうことが本当にもうなんかもうマシーンみたいなような頃があったんだよなんて聞いて、私はもう全然もう想像もつかないんだけど、どんどんコストがかからないようになってってるし、でどんどん間口が広がってってるし、でそういう中で興味持ててやれたことは本当にラッキーだなと思って、で本当にもうやりたいなって興味を持った時点ですぐ興味を持った時点でやれるっていう、そういう時代だと思うんですよね。そこで、自分がじゃあそんな中で何をやっていくのかみたいな、そういうのをまたねそれなりに、それぞれ持ってやっていけるといいのかなと思いますね。多分これからも結構ねやっていきたい音楽だったりとか、それこそここ何年かでもちょっとずつ変化があったりする中で絶対に変わってはいくと思うんですよ。ちゃんとね自分の目でちゃんと見えてるもの、なんかそういうのを大事にしながらやっていけたらいいのかなと思いますね。